もし月が私たちが長年信じてきたものとは全く異なる存在だとしたら、あなたはどのように感じるでしょうか。今夜我々は月の持つ未知の面に迫ります。こんにちは、花です。皆さんは夜空を見上げて月の輝く姿に心を奪われたことはありますか？その神秘的な存在には古代から多くの伝説や神話が結びついています。今回私たちは科学的な手法で月の起源に迫りますが、その過程で驚くべき事実にたどり着きます。科学者たちは長年にわたり月がどのようにして形成されたのかを研究してきました。一つの有力な説は約45億年前、若い地球がまだ形成途中の際、巨大な天体が地球に衝突し、その結果として月が生まれたというものです。この衝突によって生じた破片が集まり、やがて私たちが知る月になったのです。しかし、この科学的理論は古代の人々にとっては想像もつかないものでした。彼らにとって月は夜空を照らす神秘的な光源であり、多くの文化で月は神々の住む場所とされていました。例えば古代ギリシャでは月は女神アルテミスの象徴であり、ローマでは月神ルーナが祀られていました。月はまた農耕や海の潮の満ち引きといった人々の生活に直接関わる自然現象に大きな影響を与えてきました。そのため古代の人々は月をタイムキーパーとしても重要視し、月の周期をもとにした暦を作り上げていたのです。月の表面には様々な地形が存在します。その中で特に目を引くのが多くのクレーターです。これらは数十億年にわたる小惑星や隕石の衝突の痕跡であり、月の歴史の一部を物語っています。さらに月には海が存在すると信じられていた時代もありました。これは月面の暗い平原部分を指す言葉で、これらは月の海と呼ばれています。しかし実際には水ではなく、かつての火山活動によって形成された玄武岩の平原なのです。月の起源に関する研究は今もなお進化を続けています。アポロ計画以降、月から持ち帰られた岩石の分析により、私たちは月の成分や成形過程について多くのことを学びました。これらの研究成果は月だけでなく、地球や他の天体の起源についても新たな知見を提供しています。では、科学が進歩する中で、古代の伝説や神話はどのように捉えられるべきなのでしょうか。科学的な事実と古代の伝承は必ずしも相反するものではなく、時にはそれらは互いに補完し合うこともあります。月に関する古代の物語は、私たちの祖先が星空に対して抱いていた畏怖と敬愛の気持ちを反映しているのです。月は地球に最も近い天体でありながら、その表面は多くの未解明の謎を秘めています。月面の奇妙な地形、謎多きクレーター、そして月岩石が語る月の歴史について一緒に探求していきましょう。月面最大の特徴の一つはその無数のクレーターです。これらは何十億年もの間に隕石や小惑星の衝突によって形成されたものです。最も有名なクレーターの一つ、コペルニクスは直径約 93km に及び、その規模の大きさと特徴的な構造が特徴です。しかし
月面のクレーターの中にはその成因がまだ完全には解明されていないものもあります。一部のクレーターはその形状や配置が通常の衝突によるものとは異なることが指摘されています。これらの謎のクレーターは月の地質学的な歴史を解き明かす鍵となるかもしれません。月面には明るい光地と暗い海と呼ばれる平原が存在します。これらの月の海は実際には水ではなく、古い火山活動による溶岩の流れが固まって形成されたものです。例えばトランクイリティティスの海ではアポロ11号が月面に着陸した歴史的な場所としても知られています。また月面には長い溝や谷が存在します。これらは月の内部が冷えて収縮する過程で形成されたと考えられています。これらの地形は月の地質的な進化を理解する上で重要な手がかりを提供しています。月面には不思議な輝きを放つ地域もあります。これは月の閃光と呼ばれ、その正体は今も謎に包まれています。一部の科学者はこれを月面の微細なガス放出現象や太陽風によるものと推測しています。アポロ計画で持ち帰られた月岩石は月面の謎を解く手がかりとなっています。これらの岩石は月の内部組成や月の表面がどのように変化してきたかについて貴重な情報を提供しています。例えば月岩石の年代測定は月の形成年代を約45億年前と推定しています。月面の探査は今後もさらなる謎を解明する可能性を秘めています。中国のジョーガ計画やアメリカのアルテミス計画など新たな月探査ミッションが遂行中です。これらのミッションは月の未知の地域を探査し、月の起源や進化の謎をさらに深く掘り下げます。月面の謎に迫る旅は私たちに地球外の世界への理解を深める機会を与えます。次のセクションでは月と人類の未来について考えていきましょう。私たちの未来と月の関係はこれまでにないほど深いものになりつつあります。月への探査は人類の新たなフロンティアです。アポロ計画以来、多くの国が月探査計画を進めています。これらの計画は科学研究だけでなく、将来の宇宙旅行や月面基地の設置に向けた重要な一歩となっています。月の地下資源の探査と開発は特に注目されている分野です。月は豊富なヘリウム3を含んでいると考えられており、これは将来の核融合エネルギー源として非常に価値が高いです。月からヘリウム3の採掘が実現すれば、地球のエネルギー問題に革命をもたらす可能性があります。さらに月は宇宙探査の新たな基地としての役割も担います。月面基地から火星やその他の天体へのミッションを展開することで、人類の宇宙への進出はより現実的なものになります。月の低重力と地球からの近さは宇宙探査のための理想的なステージを提供します。しかし、月の探査と開発には環境や法的な課題も伴います。月面の環境保護や国際的な資源の分配はこれから大きな課題となるでしょう。月を探査するにあたり、国際社会は共同で持続可能な方針を策定する必要があります。月探査はまた科学と技術の進歩を加速します。月面の過酷な環境での生存技術、資源の利用方法、
長期間の宇宙滞在に必要な技術など、これらの挑戦は地球上の技術革新にも寄与するでしょう。月との新たな関係は人類の認識をも変えていきます。宇宙における私たちの役割、地球以外の世界との関わりを考えることで、地球という惑星の価値や私たちの存在の意味について新たな視点を得ることができます。地球と月は宇宙において密接に結びついています。今回はこの2つの天体がどのように相互作用しているのか、そしてその関連性が私たちの日常生活や地球の環境にどのような影響を与えるのかを探ります。月の最も明白な影響は地球の潮の満ち引きです。月の引力は地球上の海水を引き寄せ、潮の現象を引き起こします。この潮のリズムは海洋生態系における生物の繁殖や移動パターンに深く関わっています。また、月の引力は地球の自転軸の傾斜を安定させる役割も果たしています。これにより、地球上の季節の変化が穏やかに保たれ、気候の安定に寄与しています。月がなければ、地球の気候はより極端で不安定なものになるかもしれません。月の光は夜間の生態系にも重要な影響を及ぼしています。夜行性の動物は月明かりを頼りに活動し、狩りや繁殖活動を行います。月のサイクルはこれらの生物の行動パターンに密接に関連しています。しかし、月の存在が地球環境に及ぼす影響はまだ完全には理解されていません。例えば、月の光や引力が人間の睡眠パターンや心理状態にどのような影響を与えるのか、科学的には未だに謎が多いのです。月の環境変化が地球に与える影響も重要な研究テーマです。月の地形や環境が変化すると、地球に対するその影響も変わる可能性があります。例えば、月面のダストが地球の大気や気候にどのように影響を及ぼすのか、まだ解明されていない課題の一つです。さらに、月の軌道や地球からの距離がゆっくりと変化していることも、長期的な環境影響を及ぼす可能性があります。月が地球から遠ざかるにつれて、潮のパターンや地球の自転速度に変化が生じるかもしれません。地球と月の関係性は私たちの生活、地球の環境、さらには将来の世代にも影響を与え続けるでしょう。月と地球の絆を理解することは、私たちが住むこの惑星の未来を考える上で不可欠です。月が私たちの日常生活、自然環境、さらには精神的な側面に与える影響を理解することは、この不思議で美しい宇宙の一部として私たちがどのように存在しているのかを深く理解する手助けとなります。今回の旅はいかがでしたでしょうか？宇宙にはまだまだ謎がたくさんあります。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、あなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。